おはようございます。今午前3時半ですね。今回こんなホテルです。昨日ホテルさんにね行ってゴキブリ退治はできましたんで、ようやくたくさん寝ることができました。それから最後の朝まずめ行っていきたいと思います。はい、おはようございます。連日ねやってるサーフに来ました。満天の星空です。今年一番の星空だけど、多分カメラに映んないだろうな。早速ねやっていきたいと思います。暗闇で多分ボンフィッシュはシャロにね入り込んでるので、少しでも可能性高めてまずは結果を出すというところですかね。そこだけ集中してやりたいと思います。で、明るくなってきたらサイトでまた見ながらやるという感じかな。風速0メーターですね。いや、綺麗な星空だ。黒い系は雨できます。なんか若い時は一晩中釣り場にいるんですよね。慈愛とか満潮とか干潮とか関係なく。だからこの満天の星空なんかもよく見ながらぼーっと釣れない時間を過ごしていたりしたけど、やっぱ年取ると、そこまでの体力がないから効率よくね朝まずめに来るって感じで、だんだんそうなりましたよね。そう、この辺から水じゃないか分かんなくて怖い。まだでした。ちょっと夜のリーフエッジは怖いけど膝ぐらいまでにしておきます。怖いからね。でここ3回やったのでもうだいたい地形は分かってるから、深みというかだいたいどの辺に投げたらちょうどいいかっていうのもね分かってるんでやりたいと思います。もうオリオン座なんですね。オリオン座が東の空から上がってきてて、冬のね星座ですけどもう秋なんだな。はい、今4時半です。30分ほどやりましたが今のところ何にも当たりなし。かじられた後もないですね。風速0メーター、完璧な無風なんですよ。自分が動かなければもう水面にも星空が映るぐらい、こんなすごい星空、自分が宇宙に浮かんでるぐらいのね感じを得るのはいつだったかな。アメリカのねケープコッドでストライパーやった時以来ですかね。あの夜も素晴らしい夜でした。魚もいっぱい釣れたし、今回、多分ボーンフィッシュをね手にすることはできないような気はしてるんですけど、可能性を追ってね全力でやってますけど、でもなんか自分は日本ではシーバスのプロとしてねこう多くの人に知ってもらえるようになったけど、なんか昔からこういう開拓する釣りが好きで、シーバスも今からですね23年前ですかね。違う、33年前、33年も経ったのか。33年前に、本当にわずかな人しかやってなくて、自分も高校生ぐらいでした。でそういうねシーバスがルアーで釣れるらしいっていうことでやり始めて、でもちろん情報も一生懸命取ったりポイントマップなんか見ていったりもしたけど、一方でもうたくさん自分で開拓して自分のね衝動好奇心のままに突き進んで、それはね多分外れの時間っていうのかな、魚を釣るっていうゴールからは程遠い時間もたくさん過ごしたと思うんですよね。だからそれは魚を釣るって結果に対して言えば合理的じゃない時間だったんだけど、でもそれこそが財産というか、それがあるから釣れた時の喜びがあるっていうのはすごい思うんですよね。で今は SNS がとても発達した時代で、YouTube とかでもね動画があるので、なんか魚を釣るってゴールにすごくたどり着きやすい、たどり着く情報が溢れ返ってる中で、そういう情報をね得て結果につなげるっていう、そういう遊び方もいいと思うんですけど、なんかそれはね多分釣りの楽しさの本質の 20% ぐらいしか味わえてないような気がしますね。だからそこだけで終わっちゃってる人は5年後10年後釣りやってるかっていうと、多分ほとんどの人はやめて他の趣味行っちゃってて、で他の趣味でも同じような過ごし方楽しみ方をしてて、でそれで本人がね幸せなら別に否定することはないけれども、だけどなんか
釣りを長くやってる人間として思うのは、是非こういう釣れない無駄な時間の好奇心と可能性と、最終的には仮説、自分で仮説を立てて、でこうじゃないかこうじゃないかって考えて、でフィールドに立って答え合わせをして、で多くは外れて型を落として帰るわけですが、その時間をたくさん過ごしてほしいなと思いますね。それこそが最高に楽しい時間に変わる瞬間がね、いつか来るって思ってます。もう夜明けが近いですね。東の空がうっすら明るくなってきてて、なんか今回は素晴らしい景色に会えました。たくさん見ました。夜明け、夕焼け、この満天の星空。いつもは自分も旅出ると自分の大切な人に連絡もしないで釣り放棄ておりますが、今回ばかりは思わず写真を撮って送りたくなる景色にたくさん出会って、本当にいい旅でした。食ったなんだ、あ、外れだ。くそー、カメラやってたら外れてしまった。もう足元まで寄ってきてたんですけど、ボンフィッシュではなさそうだったな。跳ねさしてたら跳ねた瞬間に食いましたね。すごい、実はこんなにベイトがいるという。映んないかな。すごい小魚、3から5センチのベイトが跳ねまくりますね。ちょっとボンフィッシュが食ってる魚じゃないと思うけど、夜はね、こういうこの砂地にね、カニとかエビも穴から出てきて活動するんで、比較的ボンフィッシュも夜餌を漁ってる食性だと思うんだけどね。はい、ガボッツに帰ってみます。今回の釣りで初めてのプラグですね。6号でいきます。ちょうどね、夜明けうっすら明るくなってきて、水面でいろいろ出るんで、ちょっと何かしら釣れないかなと思ってね。だいぶ潮が引きましたね。行きたいなって言ってた、ちょっとこの辺多分深いんですよね。その先のまた浅くなってるところはもう干上がってるんで。もう出た。おっしゃね。よし。おう。やっほー。海平かな。一緒ですね。安定の海平アジです。いやー、プラグ楽しいな、やっぱりな。もうふっと出ましたね。映ったかな。うわ、もう出た。ちょっと一つ大きいぞ。うほ、強烈なのが出ましたね。やばい。うほ。うわ、すげえ。そっち岩だよ。やばい。ちょっと怒らせないで。落ち着け。危ねえ、こんなとこに棒が。こういうの怖い。待てないな。
おお、まずまずあるね。今回で一番の大物。これは取るよ。あ、そっち行かないでくれ。岩まで3、4メートル。ちょっと取られてた。探せば。GT。これもオニヒラ味っぽいね。ロニ味ではないね。オニヒラ味の大きいやつが食いましたね。いやー、すげえ。これはえぐい。オニヒラ味。ローニンありました。なかなかのオニヒラ味が、トレバリーが来てくれました。すごい水面爆発でしたね。取れてたかな。ボハーって出ましたね。50センチぐらいですかね。十分です。ボーンフィッシュじゃないけど、これはこれでいい思い出になりました。名残惜しいな。かっこいいな。トレバリってかっこいいよね。よし。よし。じゃあな。いやー、いい朝日だ。よし。よし。おっ。止まんねえ。止まんねえ。おお。ああ、どこまで行っちゃう。あんまり行くと切られる。寄ってきた。あれか。あと30メートル、20メートル。その上。弱気ですね、弱気。ああ、外れたー。ああ、でまた出るけど。おお、やめて、やめて。あらー。いいサイズだったけど。ああ、針がやられてる。ひん曲がってる、ひん曲がってる。軸小、この針じゃ取れないよ。だって今ドラグを強めにね、寄せるために強くしたら刺さってなかったかな。強くすると針伸びるしね。弱いとでもあれどこまでもいきそうな勢いでしたね。いや楽しかった。でも今のはやばかった。走りだけで言ったらボンフィッシュみたいな。ボンフィッシュはもっと行くけどね、もっと行くし、なんだろう、もっとなんかこうミサイル感ありますけど。はい、ガボッツ65色違いですね。状況良さそうなんで何でも良さそうです。ガボッツはね、潜らないのがいいんですよ。ポッピングもできるし、その後回収してもこうウェイク系としてボブリングアクションで泳いでくる引き波が常にあるんですね。これがガボッツです。収留力が圧倒的にだから強い。1個で2役ありますんでね、ポッピングで呼んでウェイクで食わすとか。あ、ついた出るぞ。で、あ、出ない。ウェイク系で寄ってきたところでポッピングで食う時もあるし。あ、まだいる。よし、あーっと脱だ。うわっ、おっ、なんだ食いました。なんかあっさり寄ってきたぞ。ああ、ちっちゃいウニヒラ。ほらライズしてる。あー、これはもう終始入れ食いだな。まあ楽しみますか。釣れる時に釣っとけってね。夜明けとともに揚げ潮が差してきて絶好ですね。今日は潮回りは悪いけど小潮だけど、なんかちっちゃいの釣ってしまった。
水面がふわっと動いてる。ラインシステム問題なし、リーダー傷なし。おお、やってるあそこすごい量泳だね。このメッキゲームだってこんな入れ食いってなかなかないよね。いやー、癒される。幸せだ。浅い方にいるね。まあこのちっちゃいサイズだけどね。楽しいな。水反応取っちゃいますね。うん、これはギンガメかな。小魚がね、多分ワンドの中にいるから、さっきから釣ってるメッキサイズは浅い方にいますね。浅い方の方が好きそう。さあ、ボーンフィッシュに戻ります。トラッキング終わり、またそこのね釣りにしよう。2倍こんなんが突然食ってきた。お、いる。すごい。ミーバイが入れ食い。こんなことあんの。同じやつじゃないの。さすがに模様を覚えきれないからな。お前そこにいるよ。まだそこにいる。あ、やっぱいっぱいいるんだ。また食いましたね。最後ですね、ボンフィッシュ、浅瀬から左、10メーター行くともうサンゴです。まだ生きてるサンゴがわーっとある、ちょっと深みがあるんですけど、そこにちょうどこう緩やかに10メーターぐらいの幅で1メーターかな、それぐらい水深が深くなっていくところのチャンネル沿いっていうかな、この左が深いところ沿いをずっと歩いていきたいと思います。今腰の深さ、腰までいかないな、また上ぐらいの深さですね。お尻ぐらいって言えばいいのか。見えてるサンゴがあるので、そのサンゴの右側、砂地のギリギリの辺に落として、で結構こういう何て言えばいいかな、砂を掘り返した後何者かが、カニかもしんないしわかんないけど、そういったところだと思うんですよね。砂の中に餌があるっていう。で昨日一昨日は浅い方行ってダメだったので、最後ここの際をで深いからよりね見切られづらいし、水温もちょっと低いし、この夏だったらこういったとこかなと、相変わらず探しながらですね。テーリングとかもね見つけやすい水面だけど、なんかその辺ずっと向こうで、多分オニヒラアジと思われる激しいライズがありますけど、もう何匹、10匹以上釣ったからもういいね。投げるけどもういい。ちょっとこれだけで終わるつもりはないんで、水温が下がる時期とかまた来てみようと思ってるんだけど、何かしらヒント欲しいですね。今回思ったのはもうちょい竿長くてもいいなっていうのと、ここっていうより外洋サーフなんかだと普通に9フィート台ぐらいで5グラムぐらいのジグヘッドですかね、飛ばしていく釣りがあってもいいかなと思ったのと、サイトで釣るっていうのはちょっともう少し毎回こういう浅瀬入ってやってみたいですね。こういった広い砂地の浅瀬が徳之島はたくさんあるので、これぐらいの広さの場所は数箇所かな。だけど数箇所だけでも通って何かしらパターンを見つけてもいい気はします。ただちょっと砂すぎる。もう少し海藻があったりした方がいいんじゃないかなって。ぜひねコメント欄にちょっと外イワシ釣ったことある人、国内でいろいろ情報お寄せください。コメント見てますんで参考にしてまた次結果にねつなげたいと思います。入られちゃった。飛んできたよ、びっくり。目に入られました。サンゴのこんなサイズが入れ食いです。
これだけを釣ろうと思ったら100匹ぐらい釣れるけど、まあこいつらね大きくなるんで当然ねあんまり釣らない方がいい。ちょっと癒されるぐらいで。サンゴの上通したら水面でも飛びついてきますね。さあだいぶ太陽が角度ついてきて15メーターぐらいまでは見渡せるようになってきたんで、そろそろフィッシュとか見たいな。なんかまたハワイ行きたくなっちゃいましたね。なんかあれが見えた瞬間だけでテンション上がるんですよね。あ、いたいたいたみたいな。閉じられて切れたワームは大体浮いてるんで回収しましょう。分かってた。ああ取られたって思うとその場の水面に浮いてますね。いやーちょっと喉乾いたな。3時間半浸かりっぱなしぶっ通しでした。お休憩入ります。いやーでも今日楽しかった。やっぱ50センチぐらいのねトレバリになるとすごいファイトでしたね。いやーしびれたな。このタックルだからなおさらしびれましたね。 P の08なんで、あれを P の2号ぐらいでねかけちゃうと全然あっという間に寄ってきちゃってって感じだけど楽しみました。クラゲ全然いなかったですね。まあ沖から風吹くと入ってくるっていうイメージがあるんですけど、1匹いっぱいも見なかったです。ハブも、カツオのエボシはめったに見られないけどアンドンクラゲもいなかったし、それこそ水クラゲすらいなかったけど、水クラゲはこの辺いないと思うんで、クラゲもね一つも見なかったですね。ボームフィッシュも見れませんでした。でもトレバリーは20匹ぐらい釣ったし、ミーバイも10匹ぐらい釣ったし、そんな旅でした。疲れた。もう一回ハワイに修行に行きたいな。見つける練習しに、それこそ7月先月ハワイ行って200匹かそれぐらいは見たんですよ。だからいればわかると思うんですが、今回はそれらしき魚影を見なかったんでいないのかもしれないし、他の釣り人のブログとか情報でね釣れてる情報はあるんで、餌釣りとかでいないっていうことはないんですけど、このルアーフィッシングで釣るスタイルだとちょっと確率は悪いのかな。時期の問題かなって気もしました。時期のせいにしたい。そうするともう一回来れるしね。